こんにちは、大輔です。本日はですね、ロシアで開発された新型コロナのワクチンについて最新状況をお届けしてまいります。細かい話抜きにして早速本題行きましょう。本日の流れ、こちらになります。1、ロシアワクチンについて判明している事実。2、フィリピンのドゥテルテ大統領が臨床試験に参画表明する意図。3、あなただったらこのワクチン打ちますかという、お話ですね。皆さんもね、この動画聞きながら考えてみてもらいたいんですけど、自分だったらね、このワクチン打ちますかと、いやちょっと待ってくれと思われた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ではね、どんな状況だったらこれを受け入れられるでしょうかね。自分だったらということで考えながら聞いてくださるとよく理解ができるんじゃないかと思います。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新状況をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録お勧めさせていただきます。それでは早速参りましょう。1、ロシアワクチンについて判明している事実ですね。この情報はプーチン大統領が11日に発表した内容に基づいているんですね。ロシア保健省が国内で開発された新型コロナワクチンをね、認可したという発表でした。新型コロナワクチンというのはね、これが世界初、認可されたものでいうと世界初だったということですね。意味合いとしては政府機関でね、認可されて市場流通がこれから期待されるというね、こういう理解だと思います。このワクチンを開発したのはロシアのね、ガマレア国立研究所といったところですね。現在のステータスとしては安全性ですとかね、効能を確認する最終段階の臨床試験が続行中という中なんですけど、ロシア当局のね、判断によって認可されたということになっています。開発期間は2ヶ月弱ということだと非常にスピーディーな開発だったということですね。臨床試験中にではあるけども、認可されたと。僕もね、本業では医療系のビジネスに若干関わってますので、なんとなくね、この雰囲気は掴んでいるつもりなんですけども、この医療現場において臨床試験がね、プロセスにのっとって完了する手前で市場流通するっていう事案はね、現代社会においては僕が知る限りあんまり聞いたことがないんですよ。でね、これがいいのか悪いのかっていう話ではなくてですね、それほど珍しいことなんだっていうことを僕がちょっと思ったということだけお伝えさせてください。このワクチンの名称もうすでに決まってるらしいんですね。スプートニク5という名前らしいです。スプートニクといえばですよ、旧ソ連が開発した人工衛星の名前と同じですね。1957年に世界初として打ち上げ成功したやつですよ。ですんでね、国を挙げてこのワクチンを開発されている様子っていうのがね、ロシアとしてはこの名前から伺えるんじゃないかと、そんな気がします。国際契約によりまして年間5億回分のワクチンの生産が確保されるっていうことですから、多分ね、これから生産活動に本格的に入っていこうとしてるんじゃないかと思いますね。その生産の一部なんですけど、ロシア国内だけではなくてブラジルでも行われることが決まってるみたいなんですね。ブラジルはね、医療危機と経済危機、これダブルパンチで襲いかかってる国の一つですから、背に腹は変えられんということなんだと思います。で、この他ですね、アラブ首長国連邦でしたりフィリピンでもね、その治療ですとか臨床試験が開始されるという話が上がっております。で、この後ね、このロシアワクチンを受ける国の代表としてフィリピンに関してはね、もう少し掘り下げて考察をしていきたいなと思っております。でね、皆さんここまでの話を聞いてどう思われましたでしょうかね。おそらく大半の方が臨床試験が完了する前にね、製造されるなんてね、もう信用ならんというふうに思ったんじゃないでしょうか。もう俺はね、絶対打ちたくないよと、思った方多いんじゃないでしょうかね。で、ちなみにね、プーチンさんは会見の中ではね、安全だと言い切っているようでして、彼の娘さんも接種を受けたことを明らかにしている模様なんですよ。でね、これを聞いてじゃあ安心だねっていうふうに考えられる方は、そんな多くないと思うので、もう少し詳しく説明していきたいと思います。でね、まず製薬会社というのは自由に薬を作って自由に販売してはいけないわけなんですよ。なんでかっていうと、その薬にね、万が一副作用があったりしてですね、意図せず健康を損なう、危険な状態を防ぐ必要があるからなんですよね。ですので、この新しく開発された薬というのが
は本当に広く一般の方々に投与しても大丈夫なものかどうか、様々な観点からチェックしていくっていうね、第三者機関による仕組みが必要なわけなんですよ。例えばアメリカではですね、保健福祉省に属するアメリカ食品医薬品局、通称 FDA ですね、この組織が医薬品の規制をね取り締まってるわけなんですよ。日本では独立行政法人の医薬品医療機器総合機構 PMDA ですね、この組織がそれに当たるわけなんですね。もちろんロシアについてもそういった政府機関があるわけでして、今回のプーチンさんの発表としてはロシアとしてもねその許可をするよということなんですよね。でね、この認可っていうのはおおむねどこの組織でも同じようなプロセスをたどるものと理解をしておりまして、分かりやすい図がねありましたので皆さんに見ていただきたいと思います。こちらはマサチューセッツ州の非営利研究組織 ILD コラボレーティブさんのブログの図ね、これ分かりやすかったので掲載させていただきます。ワクチンなどを含む医療品の承認までのプロセスには大きく3つのフェーズがあると言われているんですね。この図は FDA 承認までのプロセスを書いたものですので、アメリカで販売する医薬品を開発するためにはね、こういった流れが最低限必須になるということになります。簡単ではありますがご紹介したいと思います。まずはフェーズ1なんですけど、主に健康なボランティアの方が少人数で実施する試験になるんですね。副作用がないかですとか、その薬がねどの程度の分量まで体に投与していいかどうかっていうね、投与しても安全であるかどうかっていうのを確認するための段階なわけなんですね。でこの次にフェーズ2なんですけど、ターゲットとなる疾病を持つ患者さんを含めまして被験者募集団を数百名までね増やして行われる試験っていうのがこちらになるんですね。薬の安全性のほか効き目がどの程度あるのかっていうのもフェーズ2でチェックされるといった理解になるかと思います。で最後にフェーズ3なんですけども、最終的なねこの薬事承認を通すためのより募集団を拡大した大規模検査の段階になるんですね。数ヶ月または数年間この薬を服用した後に見られるね副作用なんかも安全であるかどうか検査をされるということで、通常であればこのフェーズ3に関しては1年だとかね、長いと4年とかね続く場合があるっていう、こんな理解になるわけなんですよ。で今回はこのフェーズ2を通過したということを受けまして、ロシア政府としてね認可を出したということですね。すなわち大量生産フェーズにこれから入っていくよということなんですね。でね、これお聞きになられる方はこう思ったと思うんですけど、このすっ飛ばしてね認可しているので怖がることは簡単なんですけどね、とはいえですね、こうプーチンさんの発表の中できちんと注目しておくべき場所があるなと思いましたので、ちょっとご紹介します。彼はですねフェーズ3を実施しないって言ってるわけではないんですよね。今のコロナがもたらす危機というのはね世界的に甚大なものであるわけでして、ある意味スピード勝負みたいなところがねありますよね。最終段階のね臨床試験が続行中で生産活動に入ってる、もしフェーズ3で問題が発覚してしまえば、この生産はね無駄にはなってしまうと思うんですよ。ただもし大きな問題がないことが分かればこれはスピードの短縮にはつながるわけでして、この点はね合理的なやり方だっていうふうに個人的には感じますね。このロジックだけを見るとということですけどね。とはいえ WHO がね発表しているフェーズ3段階のワクチン一応4種類発表されてますけど、残念ながらね今回のロシアのワクチンが入っているわけではないですしね、ロシアからねこのフェーズ2までの詳細なエビデンスが開示されているわけでもなさそうなので、この点については心配が全くないっていうわけではないんですけど、ただこのプロセスだけを見ると、ある意味今の世界情勢から見るとね、合理的な側面もあるっていうことは理解をしておいてもいいんじゃないかと、これは僕の意見として思いました。それでもね今この瞬間市場で入手が期待できるワクチンっていうのはこのねロシアのものが有力なことは間違いないわけでして、医療機器とね経済危機がダブルパンチで押し寄せる国にとっては救いの手になる可能性があるわけなんですよね。ということで次の話題いきましょう。丸2、フィリピンのねドゥテルテ大統領が臨床試験に参画表明する意図について触れていきたいと思います。彼はですね8月10日の会見でロシアのねワクチンの供与を受けるとコメントをされているわけなんですよ。彼のコメントこんな内容でした。読み上げますね。友人のロシアがワクチンを提供すると言ってくれた。プーチン大統領に感謝したいとね。
で、それに対してロシアはフィリピンでの製造も選択肢に、あり得るということで、このね、フィリピンの使用参画にね、非常に前向きな回答をされているみたいなんですよね。で、ここでですね、ドゥテルテ節がまた、こう炸裂してくるわけなんですけど、この不安に思うであろう国民を目の前にですよ、彼はこう言ったんですよ。ロシアのワクチンが良いものであることを示すため、私が最初に接種し、実験台になると。ね、こういうコメントをされたわけなんですよね。やっぱね、僕ドゥテルテ大統領好きかもしれないですね。ただね、彼のこの発言の裏にはもう引き返せないフィリピンの事情が垣間見えるようにも思うわけなんですね。それは彼の次のコメントからもわかります。米国は支払いを求めるが、ロシアは無償で提供してくれるだろうということですね。フィリピンはですね、世界最長の度重なる延期を繰り返したロックダウンによって資金難に陥っているのはもう間違いない事実だと思うんですね。で、ロシア側が完全に無償に近い形での提供されるのかどうかっていうのは、ちょっとね、報道から明確にコメントを確認できたわけではないんですけど、このドゥテルテ大統領の姿勢を見ますと、経済的にね、フィリピンに得になるように臨床試験としてロシアに貢献するというところも含めて安価にワクチンを入手したいという意図がね、あるようには感じますよね。これは僕の所感ではありますけど、本当のところは分かりませんけど、もし僕が彼の立場であれば今回のチャンスをね、断るっていう選択肢は今のね、フィリピンの状況からするとないんじゃないかなと思うわけなんですね。アメリカですとか日本のワクチンもね、いつ市場流通できるのかっていうのは明確に分かってないわけなんですよね。で、入手価格についても不透明と言わざるを得ないんだと思います。ドゥテルテさんはですね、中国に対してもワクチンを開発したら最初に譲ってほしいとね、要請したというふうにされておりまして、中国もこれに対して応じる意向をね、出しているということなんですよね。だからここに来ましてね、一気にロシアと中国とのね、交友関係が高まる姿を見せているフィリピンということですけども、この先の展開からね、目が離せなくなってきましたよね。で、またですね、このことをアメリカがどういうふうに思ってるのかについても、気になるところではあります。一つの可能性として、ロシアのワクチンがこう関連国を含めてですね、出回ることが想定されていくわけですけども、皆さんね、ご自身の立場としてこのワクチンが接種できるとしたらね、打ちますか？どうですか？っていうことでね、次行きたいと思うんですけど、③、あなたはワクチンを打ちますかというお話ですね。で、このロシアのワクチンが信用できるのかどうかっていうのは、先ほど以上の情報は今のところないですし、ではね、逆にアメリカですとか日本のワクチンがあれば、じゃあそれってもう信頼に値するのかって言えばね、必ずしもそうでもないと思うんですよね。そもそもね、こうワクチン反対派っていう方々もいらっしゃるわけでして、副作用ですとか、とても少ない確率ではあるんですけど、後遺症が出てしまうとかね、そういう可能性も、全くゼロとは言えないのがワクチンなわけですよね。で、こう言っちゃあれですけどね、ぶっちゃけ自分は打ちたくないけど、自分以外の周りがみんな受けてくれれば集団免疫なるものができてね、かからなくて良くなるから、様子見が一番だよねと。みんなが受けてくれるのを待とうという考える方がね、結構多いんじゃないかと推測しますけども、これは例えばですね、インフルエンザワクチンをね、接種拒む方が一定数はいるということで、証明されている事実だと思うわけなんですよ。フィリピンがロシアワクチンの接種を急ぐかもしれないというのは、日本にいらっしゃる方からしたらね、ちょっと極端な例かもしれないんですけど、こういう心配はね、フィリピンにいらっしゃる方であっても同じだと思うわけなんですよ。この時に政府が取り得る道というのは2つだと思うわけでして、強制接種をさせる。もう一つは希望者を集って接種をしてもらうの。このね、いずれかだと思うわけなんですね。で、この前者に関してね、強制接種をさせるということに関しては、どれだけ強制力を持たせられるのか、嫌がってる人にね、無理やり投与していくってことは、実際問題できないんじゃないかとは思いますよね。そうなりますと希望者に限るっていうことになるわけでして、こんな状況ではありますけどね、様子見でね、例えば半年とか1年とかね、ちょっと待ちたいっていう方が、実はね、大半なんじゃないかなと思うわけなんですよね。こうなるとね、ワクチンができてもあんまり意味ないですよね。で、ここで僕が気になる制度っていうのがですね、何かを権利を得るためにワクチン接種証明書なるものが必須だというね、こういった政策が取られるのかどうか、ちょっとね、ここ注目していきたいなと思っているわけです。例えば、私がね、分かりやすいところを申し上げますと、海外渡航者はワクチン接種が前提で隔離がなくなりますよとかであればね、例えば私だったら進んで
接種すると思いますし、皆さんの中でも事情がね、あられる方を中心にして、接種率っていうのは上がっていくんじゃないかと思うわけなんですね。そしてこれが例えば、職場に復帰するためには必要だとかね、娯楽施設に入場するために必要だ、学校に行くために必要だというね、こういった条件がつき始めるのかどうか、これがね、ワクチンが一般に浸透していくのかどうかのね、分かれ目になると考えるわけなんですね。これはね、僕のちょっと予想なので、本当にそうなるかどうかっていうのは分かりませんけども、少なくともこういった政策が取り入れられるタイミングがもしあるとすれば、それはね、渡航緩和につながる可能性っていうのは大いにあると見ておりますので、皆さんと一緒にですね、政府の動向に注目をしていきたいなと思うわけなんです。ということで、本日は以上になります。皆さん、良い一日をお過ごしください。大輔でした。